ちは、あーです。今回は中古で入手した可動性 JR 東海11-3系を整備していきます。JR 東海仕様ということで、台車や床下機器がグレーで統一されています。ベンチレーターは屋根と一体成形の旧仕様製品です。先頭ダミーカプラー付きのスカートは爪が折れていて簡単に外れます。クハ111車端部の JR マークは塗装で消されています。所属の表記は東海のものですが、 JR マークがなければ他社113系に見えなくもないかな。もう片方のクハには加藤カプラー N 装着の首振りスカート仕様です。これは TN カプラー化とスカート固定を進めたいですね。先頭を TN 化するので、中間車も加藤カプラー N から TN 化を進めます。理想はボディマウント TN カプラーですが、整備する車両はアーノルドカプラーポケットに加藤カプラー N が装着された仕様です。そこでコスパも重視して TN カプラーもアーノルドカプラーポケット用のものを使用します。加藤カプラー N 同様に小さなパーツ同士を組み立てる必要があります。ランナーから切り離します。後部の突起は可動性車両には不要です。この突起があるとカプラーポケット側のスプリング用の突起と干渉します。しかし突起を完全に落としてしまうと、今度は遊びが多すぎて TN カプラーのぐらつきの原因となります。そのため突起をわずかに残してカットしていきます。次にもう片方のコの字型のパーツに切り離したパーツを取り付けます。コの字型パーツが簡単にもげてしまうので組み合わせにくいです。組み合わせると密着式連結器の形が明確になります。次にカプラーの根元部分にスペーサーを取り付けます。スペーサーがないとカプラーポケット内でぐらつきます。このスペーサーが取り付けにくく外れやすいのが難点です。スペーサーを取り付けるとカプラーポケットにきれいに収まります。スペーサーが外れてしまうことの予防にセメントで接着していきます。TN カプラーをカプラーポケットへ取り付けていきます。可動性車両への取り付けは加藤カプラー N と同様に90度回転させた状態でカプラーポケットに挿入して90度回転させます。この回転させるときにスペーサーが非常に外れやすいです。またカプラー後部の突起がそのままでは取り付けができず、カットしすぎると遊びが大きすぎて使えないため、突起の残し方が結構シビアです。ランナー切り離しの際に突起をカットしすぎた場合のぐらつき対策には 0.5mm のプラバンを使用します。カプラーポケット内にプラバンを差し込むことでぐらつきを抑えます。次はクハ111にスカートと TN カプラーを取り付けていきます。加藤カプラー N が装着されたクハ111のスカートはこんな感じです。台車にスカートを取り付けるためカーブでスカートが動く残念仕様です。台車からスカートを外しカプラーポケットを切り落としてしまいます。では車両を分解して TN カプラーとスカート取り付け作業開始です。スカートはトレジャータウン製の113系5300番台のものを使用しました。トミックスのクハ111用スカート付き TN カプラーがプレミア価格で手が出せないので5300番台のものを代用としました。先頭側にはボディマウントの TN カプラーを使用します。
取り付け用の突起部分は不要なためにカットします。照明の遮光カバーを留める爪と干渉する箇所もカットします。手元を映せていませんでしたが、接着剤で TN カプラーを取り付けます。ここも映せていませんが、 TN カプラーにスカートを接着しています。 TN カプラーとスカートを取り付けた状態がこちら。次は室内灯を組み込んでいきます。純正品を使用します。まずは終電シューを遮端部から差し込みます。次に照明ユニットを取り付けていきます。ボディ屋根裏側に照明板プリズムを取り付けます。ところが爪の噛み合わせが緩いのか簡単に外れてしまいます。そこで屋根裏に厚めの両面テープを貼っていきます。両面テープで照明板を固定してしまいます。やはり照明板は屋根裏固定タイプは苦手です。床上設置タイプが安定性が高くていいですね。ボディを戻して室内灯の組み込み完了です。通電点灯テスト。TN カプラーか室内灯組み込みを終えたのでレイアウトに入線。今回購入した中古113系2000番台は JR 東海仕様増結セットと JR 東日本仕様基本セットです。ですが関西地区運用の 4+4 両編成風で入線させました。基本セットのサロとモハ1ユニットは使用しないので保管となります。もったいない気もしますが、西日本にはサロ124は存在しないので現時点では入線予定はなしとなります。では走らせてみましょう。室内灯のちらつきもあり、終電周りが若干難ありですね。ミックスの半和線快速色と混成させました。この混成に着手すると瀬戸内色も欲しくなってきますね。今回は加藤の旧製品113系をトミックス113系と混成できるように整備していきました。模型に関する動画を投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。